世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。 HP ゲージなしでゲームは作れるのか。以前ねこういったタイトルの動画を出したんですけど、40万回ぐらいね再生されて、皆さんからねたくさんコメント欄で意見いただきました。ありがとうございます。皆さんの意見ね読ませてもらいながら、あれからいろいろね考えさせてもらって、一つね回答といいますか、提案ですね、僕からのこういったシステムで作っていくのはどうだろうかっていうところを、ある程度ね皆さんにお見せできるところまで実装できましたので、それを今回は共有していきたいと思います。まず最初に僕の UI 全般に対する考え方っていうものをちょっとおさらいさせてください。 UI っていうのは HP ゲージとか MP ゲージとかスタミナゲージ、あとは FPS とかだと弾の残弾数をね、あと90発撃ってますよみたいに表示しているものとか、数値だけじゃなくてね弾の絵でね表現してたりするものもあると思うんですが、そういった情報をゲームをプレイしているプレイヤーに伝えるためのものを指すことが多いです。僕は基本的にこの UI が嫌いなんですね。なんで嫌いかっていうと、皆さんゲームするときって画面のどこを見ますか？例えば操作キャラクターの背中とかね、あとはゲームが上手い人ほど敵の姿をガン見してたりしますよね。それ以外で挙げるとすればフィールドの様子とか、そういった操作キャラ、敵、フィールド、それらを見る分には問題ないと思ってるんですけど、何か情報を取得するためにそれら以外のものに視線をやるとき、ここでね強烈にリンク感が損なわれている気がするんですね。リンク感っていうのはプレイヤーと操作キャラクターがさも同一人物かのようにコントローラーの存在を忘れてね操作できてる瞬間ってあるじゃないですか。そういった感覚のことをね勝手にリンク感って呼んでるんですけど、ダークソとかでねエストビン0本になって残り一発で死んじゃうって時にね、このリンク感が超強まったりするわけなんですが、UI に目をやることでねそういったリンク感が損なわれるんじゃないかと、あくまでもこれは個人的にですけど思ってるんですね。もちろんこれはただの好き嫌いであって、逆に UI が大好きだっていう人がいることも分かっていますし、その方々を否定するつもりはありません。例を挙げるとアーマードコアっていうゲームがあるんですが、ロボットを操作するタイプのゲームですね。コックピットから見る景色のように UI がねめちゃくちゃいい意味でごちゃついて表示されてるんですよね。ああいったものがかっこいいとか好きっていう方もたくさんいらっしゃると思います。その方々の気持ちも分かるんですけど、このゲームでは基本的にね UI をゼロにしたいと思ってるんですね。もう本当にゲームの映像だけ流れてる状態を目指したいなと思ってます。ただここで一つ注意してほしいのが、ゲーム内の情報をプレイヤーに隠したいっていうわけではないんですね。 UI はゼロにするんだけど、ちゃんと情報はプレイヤーに伝わっている、この状況こそが理想だなと思ってるんですね。ただこれ言葉で言うのは簡単なんですけど、実現しようとするとめちゃくちゃ難しいですよね。前回の動画ではね MP をいかに映像だけでプレイヤーに伝えるかっていうことをねやってたんですけど、今回はねそれの HP バージョンですね。ちょっと違うアプローチで表現することに成功してるかなと思うんで、見てもらいたいと思います。今回の新しいシステムの名前、超眼って言います。この超っていう漢字ね、なかなか音読みすることってあんまりないと思うんですけど、例えば目を澄ますとか耳を澄ますみたいな時に使う澄ますっていう漢字ですね。これ音読みすると超って読むらしいです。つまり曇りなき眼で相手を見つめるみたいなね、そんな感じのイメージで超眼と名付けています。この超眼発動すると画面全体がね白黒の表示になります。グレースケールってやつですね。ただ全てが白黒になるわけじゃなくて、ご覧のように相手の体と自分の体だけ色がついた状態になりますね。今は緑の色がついています。勘のいい人はねもう分かってらっしゃると思うんですけど、この色がですね緑とか黄色とか赤とかねどんどん変わっていくわけです。ポケモンとかねやってる方はねもうピンときましたよね。そうです、 HP の残量を色でね表示してるわけです。ポケモンだと緑黄色赤のね本当に3種類だけなんですけど、中間色ですね、緑黄緑黄色オレンジ赤みたいな感じで、微妙にね数値によって少しずつ色が変わっていくような仕組みになっております。この超眼システム、一言で説明するとしたらハンターハンターの行です。オーラを目に集中させることによって相手のオーラの流れを読み解くことができる、このテクニックを行と呼ぶわけなんですが、ハンターハンターの作中だとね実は右手とか例えば上半身とか体の一部分にオーラを集中することを全て行と呼ぶんですけど、今回はその目にオーラを集中させる場合の行について話していきたいと思います。作中でもねとあるキャラクターがこんなセリフ言いますよね。行を怠るなよ。この場合の行も目にオーラを集中させておけよっていう意味なんですよね。戦闘中常に相手のオーラの動きを見るために目に行をする。
この戦闘中に常にながらで何かをしておくっていう行為がすごく僕好きなんですね。以前の弓の動画の時でもながら打ちっていうキーワードをベースにね熱く語らせてもらったことがあるんですけど、例えるなら勉強してる時のペン回しなんかと似てるんじゃないかなと思います。僕すごくペン回しが好きで、ノーマルとかリバースとかソニックとかハーモニックとかね、いろんな技がありますけど、ソニックぐらいの簡単な技だったらもう授業中とかでも無意識にやっちゃう方って結構多いと思うんですよね。あれって別にペン回しで遊んでるというよりかは、むしろあえてペン回しをすることによって勉強により深く集中できてるなっていう時ありませんか？あの感覚がすごくリンク感深いなっていう風にね感じるんですよね。だからハンターハンター読んでた時も作中のキャラたちがねもう常に行しながら戦うわけなんですけど、文字通りずっと常に行できるっていうわけではないんですよね。相手に攻撃する時とかは、例えば右手でパンチするんだったら攻撃力を上げるためにねインパクトの瞬間だけ右手にねオーラを集中させて、つまり右手に行を使ってっていうオーラの移動をねすごく高速でやっていく、竜っていうねテクニックがあるんですけれども、そういった戦闘中常にね何かのテクニックをオンオフ切り替えながら戦っていくみたいな、これってすごいリンク感高そうだなとか思いながらね漫画読んでたんですよね。で今回実装した超眼っていう仕組み、これ自体ね HP バー表示せずに相手の体をよく見るっていうことで HP っていう情報を取得することができるんで、それだけでねもうリンク感を損ないにくいねシステムだなっていう風に思うんですけど、さらにですよ、この超眼の仕組みを戦闘中常にプレイヤーがもう無意識レベルでね高速でオンオフしながら戦っていくっていう風な仕組みに昇華させることができれば、よりねリンク感を増長していけるんじゃないかなっていう風に考えたんです。そこで一つこの超眼システムにデメリットをつけることにしました。もちろん背景が白黒になってるので、それだけでねもう画面が見づらくなるっていうデメリットではあるんですけど、それにプラスしてですね、さらに超眼中にダメージを受けるとこんな感じでね画面がフラッシュするというかね、立ちくらみした時みたいなイメージですね。だいたい 0.5 秒ぐらい画面が見えなくなる、見えづらくなるっていうデメリットをつけました。さらに超眼状態も強制的に解除されるっていう感じですね。今回仮実装なんで単純にね画面を白くしてるっていうだけなんですけど、これもねなんかいい感じに、例えばメタルギア5のね先行玉食らった時とかモンスターハンターのねゲロスのフラッシュ食らった時みたいな感じでもうちょいかっこよくね表現できればいいかなと思ってます。このデメリットを追加したことによって戦闘中ね相手から被弾しないであろうっていうタイミングを見計らって超眼をねオンオフ切り替えながら戦っていくっていう感じになったので、僕自身ねまだまだ実装したてなんで正直まだちょっとこの操作に慣れてないところはあるんですけれども、長くプレイしていくうちにどんどん無意識にねこの動作をできるようになれば、さらに没入感というかねリンク感が強まっていくんじゃないかなと思い、今回はこのような実装をしてみました。しばらくこの状態でね開発進めていって今後の使用感見ていこうかなと思ってます。現状いい感じだなとは思ってるんですが、万が一ね今後この操作いらないなって思った場合は消すかもしれないんですけど、今のところは好感触といった感じですね。あとねもう一つちょっと脱線するんですけど、今回システムの名前でね超眼っていうものを漢字でねつけたんですけど、今後もねその世界観を説明するワードとか技の名前とかね基本的には漢字あるいはひらがなとかを使って、日本語っぽいねネーミングでつけていきたいなと思ってます。ただいくつか例外もあって、例えば人の名前ね、キャラクターの名前とか地名の名前、あとそれからこの世界をね象徴する魔法エネルギーメイっていうものとかで、そのメイを使うね人とか動物のことをメイナスっていうんですけど、そのメイナス人名地名、これだけはねちょっとカタカナも使うんですけど、それ以外のね世界観のワードとか技の名前とかは基本的に今回の超眼とかね地罰とかで、あとまだこれね説明してない初出しのワードなんですけど、死人無人、それから天井石宿神歴とかね、そういういろんな魅力的なワードみたいなのは、ひらがなとか漢字を使って日本語っぽい感じで作っていこうかなと思ってます。翻訳に関してはね講談社さんにお任せする予定なんで、いい感じに翻訳してくれるんじゃないかなと思います。出版社さんなんでね。でタイトルの方もね、千葉のぼらは竜の降るっていうことで、そういうなんというかアジアンテイストな感じを出していきたいなと思ってますね。あとキャラクターのモデルとかがね、今洋風なものばっかり使ってるんで、結構その辺の指摘もね多かったりするんですけど、そういったものもね今はアセットストアで購入したものをそのまま使わせていただいてるので、やっぱりね中世ヨーロッパ風のね、こういうのミディーバルっていうらしいんですけど、そういうキャラクターとか建物とかね、そういうモデルがね販売されてる場合が多いんですよね。なかなかそういう和風というかアジアンテイストなものって手に入りづらかったりするので、やっぱりオリジナルでね自分でイラストレーターさんとかモデラーさんとか
に依頼して作ってもらわないとっていう感じですね。で考えておりますと。ちなみになんでメイとメイナスだけカタカナなのかっていうね、疑問が上がってくるかなとは思うんですけど、その辺もいろいろ考えておりますと。ただしね、これはゲーム内で知ってもらった方が楽しいと思うので、皆さんもね、頭の中でいろいろ考察とかね、巡らしてもらえればいいかなと思います。やっぱりこの制作実況っていうジャンルのね、宿命といいますか、皆さんにいろいろさらけ出しながらね、作っていってますので、ちょっと漫画の長期連載とかと似てるところありますよね。ワンピースとか、名探偵コナンとかね、いろいろ巷では、革新に迫るね、考察なんかを公開されてる方もね、いらっしゃって、僕自身考察っていう文化はめちゃくちゃ好きで、それこそダークソウルのね、世界観考察とかを読みに行ったりとか、動画見たりとかね、させてもらってるんですけど、用法用量を守ってと言いますかね、読みたい人知りたい人はそういうコミュニティに行けばいいと思うし、逆にね知りたくないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、そういう方はそういうコミュニティに近づかないとか、コミュニティに属している人は悪意のある広め方をするっていうのはできれば避けていただきたいなと思っております。これからね、こういった制作実況っていうジャンルが増えてくるんじゃないかなと予想してて、というか増えてほしいなって願ってて、そのためにもね、そういったコンテンツの楽しみ方っていうのをやっぱりね、みんな用法用量を守って楽しめるように、ね、なったらいいなーなんて思っております。ということで今回はこの辺で失礼いたします。お疲れ様です。